皆さんこんにちは、南です。本日は12月の18日水曜日ですね。時刻の方は間もなく1時ですね。1時10分前、気温は10度、はい。本日は、同志椿荘オートキャンプ場ね、お邪魔しております。その中でも第2サイト、上にある広場のサイトですね。椿荘さんといえば林間がとても雰囲気のいいキャンプ場さんなんですけども、この第2サイト、広場になってまして、非常に日当たりがいいというね。もう寒いんでね今日は日差しを受けにやってまいりました。幕の方は天幕のサーカス、これも久々ですね。それにオーラ入れてぬくぬくとキャンプしようかなと。で日差しを浴びたいので、今日はシルス、前のフラップですね、シルスも装着しておりません。雨が降ったらもう思いっきり吹き込んでくるという、予報を見る限りその兆候は兆候すらもないんで、大丈夫でしょうね。大丈夫でしょうって言わなきゃいけないところが私南なんですけどもそれでは始めます。乾杯。寒くてもね、この最初の一杯うまい。今何か言おうとしたな。なんだっけ。こういうのが嫌だよね。でしかも思い出せないとね、すごく悔しいそういう年頃になりました。昼間の小ネタ今はちょっと暇なんでね、お話ししようかなと思ったんですけど、2つばっかり小ネタがあります。まずはね、1つ目、よいしょ、これ水平器。なんでこんなもん持ってるかっていうと、意外とキャンプ場って、特にこの広場なんかもね、綺麗に、昔はねこの広場テニスコートだったのかな。で今ねこの広場のサイトになってますけどね、整地されてるとはいえ微妙にデコボコはしてるんですよ。でそんな中でキャンプするにあたって私気をつけてるのは、このテーブルなんですよ。テーブルだけは絶対に水平にしといた方がいいと思うんです。他のものはね我慢もできるし、例えば寝床なんかも神経質な人はちょっとあれかもしれないですけど私はそうでもないんで、例えば傾斜になってても傾斜の下がってる方を足にすれば全然普通に寝れるんですよ。だからそういう、寝たりとかは我慢できるとしても、このテーブルだけは水平にしとかないといろいろね不便っていうか、不具合もあるんで、私はこの水平器、必ずこれはマグネットでくっつくんで、車にねペタッとくっつけていつも持ち歩いてるんですけど、例えばテーブルだと置いて、こういうものを置いたぐらいは全然いいですけど、例えば箸が転がっちゃうとか、何か分量を測りたいのに水平じゃないからうまくメモリが読めないとか、いろいろ細かいことではあるんですが、そういう不具合が出てくるんで、この水平器でねテーブルだけはぴっちり、ぴっちりともいかないんですけど、できるだけね水平にするようにしてます。
小ネタの2つ目、これはもう、ね、寝る時のあれなんですけど、今日はこれ持ってきました。電気安価、これソフトタイプの電気安価なんですけど、ね、これ持ってきました。私が使ってるシュラフっていうのがオールシーズン、夏用だの冬用だのいくつも持つことができないので、もう冬に合わせて、これも何年前、もう7年前、6、7年前に買ったのかな。モンベルのバローバッグ、ね、バローバッグのシャープゼロ。シャープゼロなんで、夏場なんかこんなのに入った日にはもうサウナ状態になるんで、ちょっと冷えてんなっていう時はチャックを開けて広げてね、ファサッとかけるか引くか、そんな風な使い方をして、で冬はもうきっちりね中に入って使ってるんですけど、ところが未だに使ってるんですけど、この前の河川敷でもそうだったかな、ちょっとマイナス入ったんですよ。そうするとね、やっぱりどうしても足元がなんかねちょっと冷たいなっていう感じでね、時々ちょっとね目が覚めちゃったんですよね。なので前にもご紹介したかな、足裏にねカイロ貼って真冬は OK なんですけど、そうすると絶対靴下履いたまんま寝なきゃいけないじゃないですか。靴下履いてなんか寝らんないよなんて人もいるかと思うんで、私もできれば靴下は履きたくないわけですよ。なんかないかなと思ったところにこの電気安価、ね、これ、山善のやつか。消費電力も20ワット、20ワットつってもサーモスタットが入ってるんで、45度を中心にオンオフを繰り返すのかな、これを今日は持ってきました。人によってはね、豆炭安価とかシュラフの寒さ対策っていうんですか、補うね、性能を補うためにいろいろ工夫されてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、どうも私もね豆炭安価ね考えたんですが、めんどくさいっていうのと、ボーボー燃えてるわけじゃないですけど、くすぶりながら炭ですからね燃えてるじゃないですか。なんかどうしてもちょっとね手が出せなかったんですよ。でそんな中にこの電気安価っていうのが見つけまして、これならいけるかなと。今日テストなんですよ。家では使ってみてすごくいいんですけど、果たしてねこのキャンプで、今日はね気温も確か朝方マイナス3度か4度っていう、ね、予報も出てるんで、ちょうどいいかなと思って持ってきました、ね、せっかくポタ電使ってるんで、ポタ電に冷蔵庫でしょ。でこの時期になると冷蔵庫もほとんどコンプレッサー動かないわけですよ。だからポタ電も宝の持ち腐れじゃないですけど、ほとんど減らないんで、せっかくある電気なら、ちゃんと使わないともったいねえだろうと、そういうわけでこの電気安価、今日はこれで寝てみたいと思います、とりあえず足先だけがねしっかり温まればね、上はね寒いとかって感じたことないんで、マイナス5、6度、マイナス7度か8度ぐらいまではこのシャープゼロでね、バローバックのシャープゼロで経験したことあるんですけど、やっぱり足先なんですよ。足先が冷たいとねやっぱり目覚めちゃうんで、ここさえ温めればという、そんな対策で今まではね北海道貼ってたんですけど、靴下脱ぎたいなって思ったらやっぱり何かこういうね暖房器具を使わないといけないんで、果たして今夜はぐっすり寝れるでしょうか。
4時回りまして、何やらね、昼寝から起きてみると不穏な雲が中には黒い雲もあるんで、まさかとは思うんですけどまさかね、いざとなったら緊急でシルスを延長したいと思います。気温の方はもう5度を下回って、もう3度近いな。そろそろ冷えてきたんで火入れますかね。頑張れ頑張れ頑張れ、今日早いぞ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 。やっと火も落ち着いたかなね。ほんとやっぱこれがこの日がこの日が5時も回ったということで、行きますか。まだねあんまりお腹空いてないんですよね今日はね。とりあえず一杯やりますか。よいしょ。じゃあ今宵もいい夜を。乾杯。うまい。あったかい。よし、本日はピザね、ピザを焼きたいと思います。出来合いですけど、で秘宝が一つチーズマシマシしたかったんですよ。チーズね、家にね用意してあったんですけど忘れてきました。チーズマシマシはなしなんですが、なぜかこれは忘れなかった。マルゲリータなんですけど、それにこのシャウエッセンをトッピングしてですね、ちょっとボリュームをつけようかなと、ね、本当はこれをねパラパラっとこうやってさらにチーズバッとやりたかったんですけど残念ですね。よし、こんな感じでいきましょう。これにピザのっけて、さあいかがなもんかな。よいしょ、いってらっしゃいませ。今日はですね、ピザだからというわけでもないですが、ワイン、マスカットベイリー A、今年の
2024ね、2024ってことは、今年のブドウで作られた、このベイリー A で作られた今年のワイン、これをいただきたいと思います。これがですね、昔2020年のベイリー A のワインがすっごい美味しかったんですよ。なので、ちょっと期待してるんですけど、いかがなのかと。今年のね、ベイリー A はいかがでしょうか。いただきます。でもちょっと渋い感じがする。そのね、2020年に飲んだ時はかなりねフルーティー、まあ言ったら、お子ちゃまワインみたいな、ね、私はそういうのが好きなんですけど、これちょっと渋さがあるな。いやでも悪くない。でもいいわ。なんだろうこれ、なんて表現したらいいんだろう。フルーティーの中にちょっと渋さが顔を出してるみたいな、なんともねうまく言えないですけど、これでも悪くないよ。いや、ちゃんとしたワイングラス持ってくればよかったかな。つっても絶対割っちゃうしな。絶対熱々だよな。さらにこれでこうか。一回ちょっと置いて、はい、よいしょ。熱そうよいしょ。絵で伝わるだろうか。あれ切れてない。切れてる。切れてる。これ4つだよね確か。あれ、オピネルくんオピネルくんじゃねえよ。こう見るとね、ほんとチーズマシマシしたかったな。いや、裏面どう？大体これで裏面が真っ黒焦げだったら、いいじゃん。違う。慌てんな。このバジルソースをね。バジルソースだよ。よし。いただきます。絶対、もう持った感じが、もう優勝してるもん。覚えた。今のやり方でいいんだ。いやーよかった。いやーこれチーズマシマシしたらもうぶっちぎりだろうな。ピザぐらいはね焼けるけど、例えばグラタンとかできんのかな。中の温度次第でしょうね。うまい。本日はマスカットベイリー A とピザ。
では本日の朝コーヒーおはようございます。桃福ブレンド。いつも通り、ね、美味しい。今朝の朝食はですね、はい、これ焼き芋をやろうと思います。もうビッタビタに濡らしてね、仕込んであります。昨日ね、これでピザがいけたんだから焼き芋もいけるだろうとそういう考えですね。ちょっとでかいんだよね。いってらっしゃいませ。7時4分ね、気温は0度、8時前には食べれるかと思うんですけど、まあちょっとね、こう回しながらやりますか。どうですかね。よし、あ、でもホクホクだ。割ってみますか。割れる。朝食いただきます。ちょっともう一個。あっちいただきます。俺好みだ。よし、うまくできた。ほんのちょっと真ん中が硬いんですけど、あら、アメちゃんの粋な計らいですかね。わかるかな。雪が舞っております。アメちゃんやるな。焼き芋ごちそうさまでした。時刻は間もなく8時半ですね。気温は 0.7 度。アメちゃんの粋な計らいはいいんですけど、もうそろそろいいんだよな。もう満足だから今日のところはもういいんだけどなかなかね、あいつも加減を知らないんだよね最後にね、こんな展開が待ってるとは。薪ストーブとかね、いろいろあるんで、そろそろ
片付けにね入ろうと思います。今年多分最後のねキャンプになると思いますね。キャンプ納めかな。なかなか楽しいね、素晴らしいキャンプとなりました。そんなところでこの辺でお開きですね。今回も、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。今年最後かな、多分。なんとか今年中にね、今年の動画は今年のうちにみたいなね、上げれればいいんですけど。2024年もありがとうございました。また来年もね、よろしくお願いします。2025年でお会いしましょう。それでは。いや、もういいんだけど、もういいよ。